鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は修理編としてご覧の新富士ガストーチ、巷では外というブランド名が有名ですが、点火しなくなったので分解修理で復活を試みた動画をお届けします。症状としてはカチカチ火花は出るんですが火がつきません。一瞬だけ青い炎は見えるんですがすぐに消えてしまいます。こんな時、まずやってみるのが、火力調節のネジを、プラス側に回すこと。やっぱり、一瞬だけついて、消えてしまいます。ガスは、液面が見えるので問題ないと思いますが、原因がわからないので、ばらします。ネジは、見えるネジが3箇所。そして、ラベルの下に、隠しネジが1箇所あります。とりあえず、全部外します。片方のカバーは、火力調節ネジが中間位置だと外れません。プラスかマイナスにいっぱいまで寄せると、スポッと抜けます。火力調節ネジを、さらに、1回転、緩めてみます。使い捨てライターも一緒で、火がつかないときは、火力調節ネジを緩めることで、高い確率で復活します。これ、ガスの噴出レバー、使い捨てライターと、同じような構造です。この、点火装置キャップを下げると、ガスが吹き出す仕組みです。組み立てます。ガス調節ネジは、中間くらいにセットしておきます。カバーを取り付けるとき、内側の出っ張りが、導線やガスチューブを挟んでしまうと、ノズルを出し入れできなくなるので、ノズルを伸ばしてからカバーをセットすると、うまくいきます。ネジを締めて、完了。さあ、点火するかな？ついた？治りました。早速やってみたい方は、動画を止めてトライしてみてください。治ったら、この後の動画はご視聴不要です。もし、これで治らなければ、原因は違うところにあるので、この後の、分解清掃動画に、何かヒントがあるかもしれないので、諦めが悪い方は、引き続きご覧ください。この、黒いホースは、気化したガスが通るラインです。オレンジのラインは、着火装置で発生した電気を流す導線です。ノズルを伸縮しても、引っかからない構造になっています。これは、点火装置を押し込むキャップ。点火装置の下には金属の金具があり、てこの原理でガスノズルを押し上げます。このように押し下げて、ガスが噴出した瞬間に、火花を出して点火する仕組みです。ここからさらに分解していきますが、液化ガスが少々残っています。中に入っているのは、これ、共用の液化ガス。このガスボンベに、ライター内に残った液化ガスを、こんな風に戻したいのですが、どんな理屈で戻せるか、ガス圧極線図を使って説明します。液化石油ガスというのは総称で、中身は、ノルマルブタンや、イソブタン、プロパンなどがあり、それぞれ蒸気圧力が異なるので、使用目的に合わせて混合比率を変えています。以前の動画で計測したデータを使いますが、室温が28度の場合、この、共用のガスボンベの圧力は、0.5 メガパスカルです。これを、0度近くまで冷やすと、0.1 メガパスカルくらいまで下がります。なので、片方のボンベを冷やしてやると、大きな圧力差が生じ、簡単に、液体や、ガスが移動します。でも、ゴミとかの異物が入ると厄介なので、今回は、エアータッチの缶に移し替えたいと思います。原理は一緒です。ただ、ノズルの形状が違うので、漏れ防止のため一工夫します。これ、100均の、詰め替え用インク。この中に、穴の開いたシリコーンキャップが入っていますが、これを切断して、ノズルの間に挟み、漏れ防止を図ります。ボンベの方は、氷水で冷やし、内圧を下げておきます。ノズルの間に、穴開きゴムをセットして、いくよ。ほらね、ほとんど空っぽになりました。これを繰り返せば、
完全に蒸発してなくなりますが、めんどくさいので、残ったガスは大気放出します。ところで、ガス注入弁って、どんな構造かご存知ですか？これは、別のガスライターを分解して取り出した、ガス注入弁ですが、ほぼ同じ構造なので、これを使って説明します。バネがついた穴の開いたシャフトを押すと、シールされていた黒いオーリングが浮いて、液化ガスが注入され、戻すとオーリングで密封される仕組みです。さあ、さらに分解していきます。着火装置は、スポット抜けます。黒いガスチューブも、根元からスポット抜けます。伸縮ノズルは、このまま引っ張っても、溝にはまっているので抜けません。元に戻して、ノズルを半分ほど回転すると、ガイドから外れて、抜き出すことができます。では、本体を分解します。ガス調節ネジ、締め付けてみると、1回転だけ回り、それ以上回りません。定位置は、1回転戻しの状態ですね。冒頭の、復活した状態は、2回転戻しになります。ネジ込みの先端は、アルコールで拭き取ってみます。スポーツウェアなどの、ケバケバが出ない、化学繊維の布を使います。先端のネジ部分に異物が入っていると、ガスの通りが悪くなるのできれいにします。ちょっぴり汚れていますね。微細金属粉です。これは、ガスを取り出す調節弁です。工具が入らないので、専用ジグを作ります。これは、アクリル専用接着剤の、ノズルですが、このプラスチックカバーを利用します。ちょうどいい場所を切断し、調節弁のギザギザにはめ込んで、回して外します。よしよし、イメージ通り。外れました。これ、もっと分解できるかな？ラジペン使ってダメだ、回らない。やっちまったかな？ちょっぴり傷がついたけど、大丈夫みたいです。この調節弁の構造は、どうなっているのか気になりますね。ファイバースコープで覗いてみましょう。なんか、見にくい。石みたいに見えるけど、つっついてみると、そんなに硬くない気がします。材質がわかりません。使い捨てライターも、同じような構造だと思うので、これを分解して確認してみます。ここ、火力調節ネジ、これを緩めると、いっぱいガスが出てきますね。外れました。何やら、小さなパーツがいくつか出てきます。重ねると、こんな感じ。ガスは、この白い芯の中を通って、切りかき部分から出てきます。出てきたガスは、白黒の、スポンジみたいな円盤の中を通って供給されます。ネジを締め付けると、こんな風に、スポンジが潰されて体積が減り、ガスの量を調節できるという仕組みです。この形、まるで、オレオビスケットの、ミニチュアみたいですね。さらに、顕微鏡で見てみると、黒い部分は、なんか、スポンジのように見えます。真ん中の白い部分は、線以上のものが見えるので、フェルトみたいな感じがします。ガスは、白い繊維の中を通って、このパーツの穴に入ります。この穴の先は、ゴムブッシュがあり、バネの強さでガスの流れを止めています。ノズルの側面は穴が開いており、そこから入って先端に誘導され、同時に、先端の、バネ状のノズルの隙間から空気を取り込んで、燃焼ガスを作っているというわけです。すごい構造ですね。ということで、オレオビスケットのような、小さなフェルトを、ねじ込んで押さえつけることで、ガスの流量を調節していることがわかりました。ということは、この、石みたいに見えたのは、フェルト生地のようなものかもしれません。分解清掃ができないので、移し替えたガスを、エアーダスター代わりにして、ブロー清掃したいと思います。これは、100均のシリンジ。付属のノズルの内径に合わせて、マスキングテープを使って大きくし、先端に取り付けます。まあまあの勢い。いろいろブローして、ゴミが入らないように組み立てていきます。とにかく、微細なゴミでも点火不良の原因になるので、十分注意を払います。火力調節ネジ、多分、フェルトがへたっているので、いっぱいまで回して、2回転戻します。
本体の分解清掃終了。次、伸縮ノズルの分解。見た感じでは、3箇所のネジで止まっています。全部外します。そーっと抜き出します。筒の中の白い物体、ストッパーを内側に押し込むと、外れます。点火装置のコードを保持するパーツみたいです。黒いソケットカバーを抜き出します。ノズルの接続部分が出てきました。外してみます。これは、ただのパイプですね。バーナーノズルの先端、ねじ込んであるので外れそうです。なんか、落ちてきました。筒の中に入っていたと思われます。光が通るので、あとは空っぽのようです。ここ、外そうと思いましたが、回らないのでやめときます。ガスの流れとしては、ここから先端に向かって噴射され、エジェクター効果によって、横の穴から空気を取り込むことで、燃焼可能な混合ガスとなり、先端から吹き出すという原理です。ちょっと外れそうにないので、ブローだけしておきます。さあ、落ちてきたちっちゃなパーツ、拡大して確認してみます。右側は、ストレーナー、金網です。真ん中は、真鍮のリング、パッキンですね。左は、金属板、真ん中に、小さな穴が開いているようです。さらに拡大してみます。これは、金網ストレーナー、ここで、異物を除去します。次に、真鍮リング、金網の跡がついていますね。最後に、金属板。中心に、ガスが通る小さな穴が開いています。髪の毛1本程度の太さです。異物を嫌う理由は、ここにあります。これを掃除しようとすると、針の先端がかろうじて入る程度なので、息を止めないとできません。掃除した後です。ここが、綺麗に穴が開いていないと、噴射するガスの流れが変わり、安定しないかもしれません。さあ、組み立てます。最初に、穴開き金属板。その上から、真鍮リング。最後に、金網ストレーナーを入れます。パイプの、ねじ込み部分をきれいにしてから、組み立てます。伸縮ノズルの組み付けは、ちょっとコツがいります。筒の中の白いパーツを、できるだけ先端付近に押し込んでおかないと、導線がセットできません。ガスチューブを、黒いソケットに通します。導線を、黒ソケットの縁にある、トンネルに挿入します。ソケットが抜けないように、ネジを締めてしまいます。ガスホースを、伸縮ノズルに挿入します。真鍮パイプと、中の白パーツが当たっている状態で、余っている導線を、黒ソケットのトンネルに挿入すると、トンネルの中で導線同士がぶつかります。導線が繋がっていないですが、高電圧のため、放電して導通するんでしょうね。このまま、そーっと押し込んでいきます。白パーツ先端の爪を、パイプの穴から出すと、固定されます。あとは、残ったネジを締め付けて、伸縮ノズルの組み立て完了。本体と合体します。分解した時の、逆の順番。ガスホースを、溝にセット。ノズルに接続。着火装置をセット。導線を、溝に接続。金具をセット。着火ハンドルをセット。片側のカバーをセット。ノズルを押し上げて、残ったカバーをセット。ネジを締め付けて完成です。さあ、点火するかな？おお、ついた。けど、ちょっぴり炎が小さい気がする。分解前の炎はこれです。やっぱり、ちょっぴり小さい気がする。火力調節ネジをいじっても、変わりませんでした。
この、穴掃除の時、大きくなっちゃったかな？まあ、復活したから、いいか。いかがでしたか？このバーナーをお持ちの方で、原因不明の点火不良に見舞われている方の、修理のヒントになれば幸いです。安全には、くれぐれも注意してくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。